い、皆さん、釣り京です。こんにちは。夜の下、こんばんは。今日はですね、スピーニングのリールをね、インプレ。ちょっと古いんですけれども、かなりいいんで、なんでいいかとか、なんで選んだとか、で使ってみてどうなったとか、私なりになんで、他の人は違うかもしれません。はい。私なりにね、こうやったからこうやったっていうのをね、事細かに紹介させていただきます。はい。今日はですね、これなんですよね。ストラディック、シマノのね、ストラディック3000は HG。ね。CI4。ね。はい。これですね。こうかな。こうか。はい。これをね、紹介させていただきます。かっこいいんですよ。まずこれですね。このワインレッドっていうかね、赤の。かっこいいですよね。はい。ですね。はい。説明しますと、小学校、中学校ぐらいまではもう小遣いがね、本当になかったんですよ。お年玉は3万ぐらい集まったけど、やっぱりその3万集まってもね、全部使わんと、釣りの交通費とか、ルアーも買わなあかんしね。そんなんとかでお金がかかって、どうしてもタックルにお金かけられへんかったんですよね。で、これ、残ってるんですが、全然わけのわからんメーカーですわ。スピーニング。これ1500円ぐらいだったと思う。扱えんやけどね。今はもうちょっとバスでは全然歯が立たないんで、海用に置いてます。サビキ用とか。そんなんでね、軽い釣りには置いてます。はい。これが始まりで、あと3つ4つ持ってたんですが、もう潰れましたね。で、安物買うと、皆さん経験あるかもしれませんが、よく潰れるのがね、ここのね、ここがよく潰れる、これが。ここがすぐ、なんていうのかな。カチャンって止まらへんなったりとか、ローラーが潰れたりとか、よく潰れるのが、この部位がよく潰れるね。しまいにはもう、これがこっちへ治らへんとか。そういうトラブルがあって、やっぱり安物って言い方悪いけども、もう1年持たへんかったね。使い方にもよるんだけど、やっぱりええの買えば、全然違うっていうのが高校生のアルバイトできるじゃないですか。アルバイトしたらあかんかってんけど、やってました。隠れて。やりだしてからしっかり、やっぱりお金出して、1万ぐらいかな。1万2万でも、自分の思ってるスピーニングを買い出してようやく、しっかりしたものを買ったのがね、これ懐かしいですわ。それでね、僕が知ったんがアブガルシアなんですよ。これ古いに知ってる？かっこいいね。はい。カーディナルってね、マックス3。これ知ってる人いる？これ。ちょっと回すところはハンドルは潰れたからくっつけましたけど、これ買って、当時何ぼしたかな、ちょっと忘れました。もう何万です。1万じゃ買えません。ほんで、アルバイトと、お年玉で、やっぱりええの買い出したのがこれが最初でしたね。こっから僕がアブガルシアを知った、ハマった理由。最初はアブガルシアハマったんですよ。ですが、よく使っていく中で、これも潰れてるんですよ。これ戻らないですよ。ほら。戻らないでしょ。普通カチャンと戻るんですからね。ここがアブガルシアね、ベイトは強いんだけど、スピーニング弱いね。知ってる人いるかな？今は全然ちゃいますよ。ちゃうんだけど、当時はね、これをもう買って1年ぐらいしか
持たへんかった。すぐここがダメになったね。交換すればどうもないんだけど、そんなお金もなかったし、当時はもうそこまで、なんていうの、修理してくれるとこなかったですね。もう潰れたらもう買い替えろって感じの時代でしたね。記念に残してあります。ですがね、これね、めっちゃ重たいね。重たいやつは重たい釣りができるからええねんで。ええねんけど、やっぱりね、長時間釣りするのじゃしんどい。これが僕が高校生アルバイトで、ようやく揃えたアブガルシア。で、アブガルシアでやってベイトも揃え出して、やりましたね。で、これですわ。どっちから行こうか。こっち。はい、これね、ピュアフィッシングジャパン、フルーガーってやつね。これ。これを、ロッドで言うたらね、3代目。テムジンやね。テムジン3代目やったんですよ。でその時までよく使った。知ってるでしょ？知ってる人は、知ってると思う。フルーガーっていうリールです。かっこいいでしょ。ここがかっこよくてね、やっぱりまず見た目のかっこよさ。それで選んで、ほんでやっぱりこの、一回巻いたらね、めっちゃ巻き取れるんですよ。一回巻いたらもう、ピュアー巻いてくれるぐらいのスピード。速いんですよ。ですが、これも弱点は、やっぱり重い。やっぱりね、200g 以上超えると重いんですよ。それがね、だんだん気づいてきたんですよね。長時間やってる上において。重たいやつは重たいやつで、巻きとかね。あと、ロングキャストとか、スピーニングでのヘビキャロとかね。そういうのに特化してるからいいんだけど、やっぱりね、近年のバス思うんだけど、ふわふわさしてる方がもう明らかに超がいいんですよね。今はね。昔はこれで十分釣れてたんですよ。ですが、近年のバス本当に賢くなってきてるし、琵琶湖もそうやけども、どこもそうやけど、ふわふわしてるやつもうすぐ反応いいでしょ。脳進化も釣れるんだけど、だから、ミドストとかホパストの脳進化、で、ダウンショット。そういうのをね、しっかりできるリールは、やっぱり、シマノでいうクイックレスポンス。ね。そういう感じのリールが圧倒的に強いんで、台湾はええのありますよ。あるんだけど、あるんだけど、シマノで言うたらクイックレスポンス。それシリーズはすごく使いやすいので、ほんで選んだんがこれなんですよね。ストラティックの、CI フォース3000。で、これちなみにね、最初は海で使ってたんですよ。特にエギ、イカとかね、イカバッチシですよ。イカとか、スズキもいけるし、タチウオもいけるし、これでハマチ釣ったことありますしね。それだけ海で使っとったんだけど、ブラックバスでね、パワーフィネス。だから PE 使って、これ PE 今巻いてます。08巻いてます。PE 使って、リーダー使って、ホバーストであったり、ミドストであったり、ダウンショットであったり、そういうのがね、ものすごくこれによって変わった。で、それに伴って4代目のロットを使ったんですよね。4代目のロットは、さっき前にも紹介させてもらったんですが、初代カレード。カレード使い出してからもう竿が明らかに軽いんで、それでリールが重たかったら何の意味もないんですよ。これ使ってしまうと、何の意味もない。それはちゃうで。うまくちょっと上手に説明できひんけど、例えば、ヘビーキャブルするのはこっち側で十分やと思いますよ。ですが、圧倒的にやっぱり用意しとかなあかんのは、
ダウンショットとかミドストとかホバストとかそういう、ふわふわさせる釣りにおいては絶対持っとかなあかんし、1本ぐらいは。そういうバスが多いので、やっぱり、釣果に直結するんでね。ですんで、店員さんとね、よく相談して、選びました。それがエストラディックですね。当時はね、3万以内でしたね。もうだいぶ古いんですけども、もうすごくいいです。16かな。16ストラディックかな。CI4。知ってる方は知ってるでしょ。はい。めっちゃいいので、はい。こういう巻き方がいいんですよ。だからミドストめちゃくちゃいいんですよ。巻き心地もいいし、滑らか。まあ、上見ても気にないですよ。それは上行ったらバンフォード、バンキッシュ、もう最高峰ステラ。上見たら気にないし、下見ても気にないですよね。ですが、もう、島尾さんのこの、僕が好きなのは、鋼ボディね。すごく軽いのに丈夫。今までだったらちょっと軽かったらね、これやともうすぐ潰れたんですよ。軽すぎるから。ですが、これね、出会ってから、まあ海で使っとったんやけど、バスも使ってみて、うわ、すげえなと思って、使いやすさ、ほんで軽さ、で、丈夫さ、ほんで僕が思っているダウンショットとかそういうふわふわした釣りにはもう特化してるんで、もちろん、ヘビキャラとかそういうのもできますよ。できるんだけれども、そういうライトな釣りのパワーフィネスがいるなーっていう時代が来るだろうと思ってたんで、10年ぐらい前かな、買ったんですけど、未だにすごいので、で、重さも 185g です。やっぱり 200g 切るとかなりちゃいます。やっぱり長時間釣りするんで、軽さは武器です。ですが、軽さは武器プラスここが弱いとかね、ここが弱いとかね、それでは意味ないので、もう10年以上使ってるのに全然ガタ来てません。自分で僕オーバーホールできるから、綺麗ですけども、全然大丈夫でしょ。これが気に入らんという人がいるけどね、この勝ちっていうのがね。でも全然、はい。全然大丈夫です。全然大丈夫です。ね。はい。ミドスト、もうめっちゃ釣りました。50オーバー何本釣ったやなっていうぐらい釣ってます。でね、僕が好きなのは、ロングの向こう岸にカバー、オーバーハングとかあるでしょ。ロングに、ブワーン痛いね。パワーフィネスで、プシューンって、ベイトじゃなくて。例えばちょっと吊るして、パーンロング入れて、ピッて。ロングにね、至近距離じゃなくて、ロングにシャーン入れて、そうやな、30メートルぐらい先のカバーを、このパワーフィネスで、ピシャー入れていって、そういう釣りがしたかったんですよね。その明らかに蝶が変わったんですよ。やっぱり距離が魚との間合いを取ると、魚が違和感なく食ってきます。全然ちゃう。ですんで、皆さんもね、ぜひですね、そういう、魚との間合い。近くでもね、釣れるときは釣れるんだけども、僕が、ね、狙ってる釣りは、遠いカバーをいかにスピーニングのパワーフィネスで入れるか。しかもワームもそんなに大きなワームちゃう。ちっちゃいワーム。はい。それですごく重宝したんでね。知らなくてはね、ぜひ、買ってみてはいかがです。で、あえて3000万してんでね。海も使いたいし、バスにもピンチヒッターで来てね、みたいな感じ。今はちょっとバス寄りで使ってますけどね。はい。やっぱりいいもんはいいんで、またかっこいいでしょ。ね。ちょっとガンメタっていうかね。ガンメタっていうか。
じゃあステラとか一緒にしんといて、バンキッシュとかバンホールとかちょっとちゃうで、これはこれでやっぱりええもんはいいんで、紹介させていただきました。はい。予期せぬ魚との格闘があるんですよね。急にブワー暴れたりとかするときあるんですよ。バスでもでっかいの来ると。今はやったら、もう、ね、なんていうの、ドラグ緩めてバーって出していかなかったですね。下手したら、ここ外してサミングで出してやってました。これはね、ドラグで十分、ね、ドラグの、なんていうの、あるんですよね。そこにドラグ調整するペーパーみたいな丸いやつですわ。それがね、全然すり減ってない。もう10年使ってるんですよ。それでも全然飛ぶない。でするんで、古いやつでももんはいいんで、それはどんどんいいの来よるけども、これはいいですわ。ぜひ、おすすめします。まあ、インプレやね。だから僕、未だに、ロングキャストのカバー、パワーフィネスで入れたいときはこれ持ってきるんですよ。はい。まあ、海やったらもう全然使えます。はい。まあ、海も兼用にできるんで、で、僕の考えの中では、皆さんは皆さんでいいですよ。僕は、やっぱり、釣りの技量が持ってないと、そのリール、タックル、ルアーを使ってはならんっていう自分の、なんかプライドみたいなのあるんですよね。皆さんで、ね、これが使いたいから、最初からステラ買うて、やっていくのもいいと思います。もちろん、そらそうやん。最高の道具を持って長いこと使っていくっていうのが一番上達する道のりなんですよ。ですが僕の考えの中では安物の竿でリールでこれより上を使える技量、魚を釣るテクニックを持たんことには次へ進んだらあかんと思ってるんですよね。そんなプライドいらんねやけど、プライドじゃないけど、なんていうの、僕のなりのなんか法則があって、順番ずつ追ってきました。まあお金の関係はあるけどね。ですが、僕はそう思ってます。だから、まあそれなりに自分も魚を釣る技量が上がってきたんで、まあうまいとは言いませんよ。上がってきたと思ってるから、徐々に上げていくタイプです。はい。まあ、ステラも持ってますよ。もうそこまで到達してるんで、技量が。ですんで、まあ、そういう風にアップデートしていくのもいいんじゃないですか。はい。まあ、台湾もね、めちゃくちゃいいのがあるので、まあ、島の台湾。はい。僕は今ちょっと最近島野で走ってますね。昔はアブガルシアやったけど。はい。まあ、実は台湾も使ってましたよ。高校生ぐらいまでは。はい。はい。今日はストラディック3000番 HG の紹介でした。はい。ありがとうございます。またいいのあったらね、どんどん紹介させていただきます。皆様もぜひ知らない方はね、使ってみて。やっぱり釣れたらわかるんですよね。十分だと。はい。ありがとうございます。